はい、こんにちは。合気道エフラオです。ということで、今日はですね、ちょっとシンプルにお題だけ先に出そうと思うんですけど、こちらです。はい、ということで、片手取り横面打ちの、四方投げの受け身です。先生、今まで規定技の動画とかも撮らせていただいたりして、やってたんですけど、受け身の視点っていうのはやっぱりすごく重要かなというふうに思いまして、はい、少しちょっと受け身の動画も増やしてみたいなと思っておりますので、ちょっと入り口として、はい、今日は四方投げをお願いしたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。特に話題がありません。ということで、本編の方をご覧ください。どうぞ。はい、四方投げの受け身ですね。基本的にはもうそれぞれ使われている先生に聞いていただくのが一番ですけども、まずしっかり小指側というか小指と薬指でしっかり取ってくださいね。で相手の崩しにしっかりついていく、腰でついていくっていうね、こう残っちゃうと向こうも投げにくいし、こちらもその後危ないです。ちゃんとお腹でついていく。でよく言われるんですけど、いいよ投げて、で肘と耳を近づけよう。これですね、ちょっと個人的な意見、でもちょっとこのままでこうつける方が多いんですけど、これ多分今背骨歪んでるし、身動き取れなくなりますですよね。これで振り回されると多分ついていけない、ついていけない、肘すごく危ないので、さっき腰がついていって自然に肘と耳が近づいてくるというか、体がここにあってこうするのではなくて、体が動いた結果肘と耳が、体が動いて肘と耳がついて、でこの状態だから振り回しても足が動かせる。この状態では多分そうついていけないんですよね。で、ちょっとまだ詳しくやりたいんですけど、落下地点に入って受け身を取ると。それからあとはやっぱり投げ方が当然あるからですね。この相手のこの腕、多分違和感そんなないと思う。この流れに沿うように投げてくれるとほとんど動かなくて済むし、真後ろに受け身が取れます。ところがこうねじられてくると当然なんですけど、そちらについていかないことには肩とか腰を痛めますですよね。です今藤田さんもちょっとそうだったけど、倒れてかかったところでさらに方向を変えられるともう一つ危ないっていうのがあってですね。投げとの結局共同作業なので、こうしたらいいっていう絶対はちょっとありえないんですけども、いきなり、理想の境地で言えばやっぱり相手とここで投げ受けとも一体最後までって言われたで立ち上がれる状態にあるというのが本当はいいんでしょうね。これは片手接点で、接点をできるだけ保っておきたいですね。で、打突というか離れて今度横面打ちですね。これも見かけるのがやっぱり打ち終わってここで離れてしまうから。もう片手でいい。できればずーっとくっついていく。もう極端な話、横面打ちは2人とも入り身転換を練習しているので、ここで右に転換をする。
ここから、あとはまあ一緒ですけどね、形でないと受け身。なんか手打ちしない。回ってもコントロールができなくて離れていってしまう。ではなくて、ちゃんとで、身の体勢に入れると。当初はそんなところですかね。もちろんお互いの稽古が上がってきたら、その取り手、前もちょっとやりましたけど、取り手、例えばシンプルに押してくるとか、まあ、昔だったら押されたら裏。引きつけてきたら、そうですね。いろいろあるかと思いますけど、当初、押して取る練習をしていただけるといいかなと思います。はい。あと、足ですね。基本的には左手で持ってたら、左手を使ってたら、今までのようにさ、左足を引いて、右手で持っていたら、右足を、右手で攻撃をしたのなら、右手を上げます。同様なんですけどね。ただ初心者の方はやっぱどっちの足だったっけって迷われるとやっぱそれが多分一番危ないので、もう迷った時には両足ついて結構です。この状態で、あと余裕があれば立ち上がる時にちゃんとこの足になっていただければいいかなと、思いますですね。で、何より大事なのはちょっとここも難しいのが落下地点に入るんですね。相手が投げようとしているところにスッと来ている。で、余裕。何でもここで曲げることもできます。で、ちなみにですけど、言うまでもなく、これ反対側を曲げるとですね、投げようとしている方向と倒れる方向が反対になりますから、膝痛めます。それから相手がこういうふうに、こうやって引っ掛けてくるようでしたら、もうそのまま飛ぶしかなくなるんですけど、これはやっぱ、これとして稽古されるのは結構ですけどね。あまり投げ受けてもそんなにやらない方がいいような気がしますね。私らはむしろ飛べるようになってから、安易に飛んでると、飛ぶなついてこいってついてくる練習をさせられたのでですね、逆に言うとついていける状態。さっき言った、こう寝た状態ではついていけないのでですね、ガーッと腕を持っていかれた時に、根こそぎ体運ばれた時に自分の体をスッと押し付けて、ついていく。今でも先輩に怒られて、飛ぶなついてこいって言われたの今でも耳に残ってますけども、やっぱりついていく練習をされて、迷いが一番危ないんで、迷われたらもう安全なところに入って痛めないように、膝、肩痛めないように転がっていただいたらいいかなって思うんですけどね。はい、解説動画見ていただきましたけれども、まとめると先生、お腹でついていくっていうのと、やっぱり落下地点に入っていく、早く入るっていうことですね。一つ言わせました。すみません。受け身は相手に相手と私はエネルギーの交流みたいに言うんですけど、処理すべきものをちゃんとただ持ってさあやってみろではなくて、こう来たからこれをどう導くのとかですね、こう来たからこう導くのって、まず最初にボールを上手に投げてあげる。いきなり叩きつけたりほら取ってみろとかねじゃなくて、相手が出てきて相手の段位球威に応じて受け取りやすい、処理しやすいボールを、野球私しませんけど打ち返しやすいボールをまず投げてあげる、っていうのが最初大事かな。その上で相手がそれを処理しますから、それにしっかりついていく、反応してあげるっていうか、反応するっていうのがですね、すみませんね。そう考えると、やっぱり投げる球も、いきなり例えばリトルリーグの子に150キロの球を投げても多分打ち返せないと思うので、そこは受け身の方が調節するという感じになっての方がいいと思います。もちろん下位の人のは無理ですけどね、逆ですけども、先輩が受け身を取ってあげるのであれば、そういうふうにして相手見てボールを投げてあげればいいなと思って見てますけど、そこから上位の方であれば
徐々に上げてあげるとか、そういうふうな調整の仕方ですね。はい、わかりました。受け身の方ですね、やっぱり受け身が上手だと鳥の稽古にもなるとは思いますよね。そうですね。はい、なので、受け身の方もこう気をつけて稽古していただけるといいんじゃないかなと思いますので、今日は手法投げでしたけれども、また、機会があれば違う受け身の方もやりたいと思います。それではこれで、今回は終わりたいと思います。よろしければいいねボタン、それからチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でありがとうございました。